皆さん、韓国経済最近どうなのって思ったことありますか？サムスン電子は営業利益が1四半期だけで6兆円だそうです。史上最高です。でも、ちょっと待ってください。実は裏には大きな罠が潜んでいるんです。これは僕の個人的な考え方ではなく、韓国の専門家も警告しているものです。なぜこんなにサムスンが伸びているのに、韓国人は不安を感じているのか？今日は韓国の実際のニュースを基盤に表と裏を見ていきます。ポイント3つをお先にお伝えします。まず1つ目、金融業界は韓国経済を好調に見込みました。2つ目、しかし経済研究所は警告をしています。3つ目、専門家が指摘する韓国経済。この3つに分けて順番にいきます。まず一つ目は表面的な好調の、からくり的なことを見ていきましょう。まずニュースはですね、プーサン日報という韓国のニュースで、2026年4月26日でタイトル、半導体の錯覚の中で1%台に閉じ込められた潜在成長率、韓国経済、基礎体力強化が急務という記事がありました。これを元に話していきますね。皆さん、まず最初に驚く筋を出してみます。2026年1月から3月、韓国の GDP 成長率は 1.7% でした。これはですね、予想の 0.9% の2倍近い数字になります。しかも2020年以来5年半ぶりの高さです。金融業界はこの数字を受けて、今年の成長率は政府目標 2% を軽く超えるという予想で修正しました。JP モルガンは 2.2% から 3%、シティ銀行も 2.2% から 2.9%、ゴールドマンサックスも 0.6 ポイントが上がると、どの金融業界の会社も韓国経済は好調と叫んでいる状況です。その金融業界からの理由は単純明快でして、サムスンですし、SK ハイニックスの輸出好調で利益が炸裂中なんです。例えば、サムスン電子の1四半期の営業利益は6兆円を超えていて、SK ハイニックスも1四半期で営業利益が4兆円超えです。これ、どれぐらいかというと、トヨタ自動車の1年間の営業利益レベルなんですよ。1四半期だけで。まるでジェットコースターに乗ってみたみたいな感じで急上昇しています。で、二つ目の話は、しかし経済研究所は警告しているという話をしていきます。ここで、韓国経済としては少し怖い話ですが、韓国経済、実は思っているほど安定していないかもしれません。どういうことかというと、今年の1月から3月の成長がとても高かった理由は、去年がすごく低かったから、半導体だけがすごく売れたから、為替の関係で見かけよく見えるという可能性があるのです。つまり、数字の見た目だけで韓国経済は絶好調と喜ぶのは早すぎるかもしれません。韓国経済産業研究院専門家のキム・グァンソックさんはこう話しました。去年はオイルショックや為替危機、金融危機、パンデミックなどでとても低い成長率だった。だから今年の数字は去年の反動が大きく、経済の本当の姿とは言えないと警告しています。これは基準効果と呼ばれる現象で、去年が低すぎると今年が普通に見えても、それが特別良いわけではないということです。さらに潜在成長率という概念があります。これは国が持っている人やお金、資源をフルに使って物価が上がらずに成長できる最大の数字という概念です。韓国の潜在成長率は 1% 台まで落ちています。去年は 1.92%、今年は 1.71%、来年は 1.57% と少しずつ下がっています。なんと15年連続で下がる見込みです。つまり国全体の力は長期的に弱くなっているとも言えるかもしれません。特に問題なのは潜在成長率を上げることができていないまま政府の借金が増え続けているということです。半導体のおかげで今の GDP 成長率は少し高く見えるかもしれませんが、小さな問題が起きるとすぐに下がる危険があるとも言えます。韓国のカトリック大学のヤン・ジュンソク教授はこう話します。今の潜在成長率のまま戦争や半導体輸出への打撃が続けば、成長率は 1% にも届かないかもしれないと指摘しています。数字だけを見ると順調かもしれないですが、実は構造的な弱点がある。緊張することをやめてはいけないという話とも言えます。で、3番目の話、専門家が指摘する韓国経済をさらに噛み下していきます。
ここからもっと本格的で、裏の話に迫ります。専門家たちは韓国の潜在成長率を下がっている理由を詳しく分析しています。簡単に言うと、人口が少なくなったり、年を取った人が増えたりして、働く人やお金、資源の力が弱くなっていることが大きな原因と言っています。加えて、物を作る工場や建設への投資も減り、サービス業の効率が低下しているため、国全体の力がなかなか上がっていないと話しています。野村証券のパク・ジョンウさんはこう話します。半導体以外の製造業の儲けが減ったこと、建設投資が減ったこと、人口高齢化による働き手の減少、そしてサービス業の生産性の低下が潜在成長率を押し下げていると指摘しています。つまり韓国経済は半導体以外の分野で力を十分に発揮できていない状態と話しています。専門家たちは人口構造の問題はすぐには改善できないので、今できることに集中すべきだとアドバイスしています。例えば、新しい主力産業を見つけること、サービス業の競争力を高めること、法律やルールを見直すことなどが言えます。パク・ジョンウンさんはさらにサービス業の強化は絶対に必要で、金融、医療、観光のような分野で大きな仕組みを作ること、通信やソフトウェア分野の競争力を高めること、さらに不動産、流通、教育分野の構造を見直すことが重要と話しています。つまり、ただお金を配るだけではなくて、計画的に国全体の力を強くしていく必要があるということです。また、ヤン・ジュンソク教授はこう話します。規制の改革は特に最重要化しないといけないという話です。古いルールや障害を取り除かないと新しい産業やサービスが成長できず、国全体の力が上がっていないと指摘します。韓国では半導体がすごく稼いでいますが、それに頼りすぎると他の産業が弱くなってしまうリスクがあるという話です。つまり韓国経済の未来はどれだけ計画的に資源や産業を育てられるかにかかっているとも言えます。金融、医療、観光、通信、ソフトウェア、不動産、教育、すべてを整え、競争力を上げることが韓国経済を安定させる鍵かもしれません。皆さん、韓国経済は、崩壊寸前という話もあります。ここはとても僕の個人的な考え方なんですが、体感で言うと、そこまでではまだないかもしれません。ここでいう崩壊というのは、コロナとかリーマンショック、IMF による韓国経済の急成とか、そのレベルを指していますが、今現在そのような状況かなと思うと、個人的な考え方はそうではないかなというふうに思います。先ほども話した通り、サムスン電子とか SK ハイニックスがもう数兆円単位で稼いでいて、SK ハイニックスは特に全社員に数千万円レベルのボーナスを出すという話が出ています。でもね、やはり逆を話しても一緒で、サムスン SK ハイニックス頑張っているから安全安心とも言えないというふうに思うんですね。数字が華やかであっても緊張感は必要だと思いますし、今は世界的に AI ブームがあって、半導体産業が韓国経済を引っ張ろうとしていますが、この AI ブームが終わった時にどうなるのか、何で稼いでいくのかっていうのは、韓国経済として考えていかないといけないというふうに思います。また、韓国経済は財閥系企業に依存する部分が大きく、関連産業が弱くなった時には、韓国全体の経済が振り回されます。IMF による韓国急増も財閥系企業の連続崩壊による側面がありました。だからこそ、僕が仮に韓国の大統領だったら、韓国は新しい産業を発掘して半導体以外の分野でも力をつける必要があるというふうに思います。言うのは簡単だと思うんですけどね。例えば、韓国最近防衛産業が好調だっていうふうに言っていますね。これは韓国の地理的な特徴、北朝鮮と戦ってるから、そういう防衛産業に力を入れているし、このような地理的環境というのは、世界で見ても韓国は特殊な状況なので、そういった産業を育てていくと良いというふうに思います。また、不動産や塾産業などは改革、かなりのところを変える必要があるというふうに思っております。実際の価値は数千万円程度の家なのに、投資目的で買われて、数千万円の家が数億円になって、一般人がそこに住めなくなったりとか、例えば小学生レベルの
英語を塾で教えるのに、それに何万円かけてそれを教えようとするのは、必要以上にお金が回っている。これは韓国経済に健全な面ではないかなというふうに思っております。このようなことも含めて変えていく必要があるのかなというふうに思っております。今日のお話は以上です。面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。以上、パックンでした。アニョン。